どうもこんにちは。今日はこのナンバー7、ナンバー8をやっていきます。今回も2足同時にやっていきます。今日やる作業はソールの仕上げです。前回の動画ではナンバー7はコーバー仕上げまで、ナンバー8は出し縫いまでやったと思うんですけど、その後それぞれ進めて積み上げまでやりました。ナンバー7積み上げこんな感じです。少し地面に向けてすぼまるピッチドヒールにしてあります。ナンバー8月のアグマはダブルウェルトらしくどっしりとしたヒールをつけました。今回ちょっと積み上げ動画にどっちもしなかったんですけど、次のナンバー9以降でまた積み上げの動画を作りたいと思います。今ソールこんな感じで、ソールの銀面をやすってちょっと起毛させてるような感じになってます。ここにそれぞれ仕上げ剤塗って仕上げていきます。この靴はコバを黒いインクで染めます。ナンバー8も同じくコバは黒くしていきます。ヤスリを描いたのでもう一回インクを塗ります。こうすることでよりコバがきれいに光沢が出ます。ナンバー7の靴のウェルトは赤く染めて、そして赤い糸で出し縫いをかけてたんですけど、あんまりしっくりこないのでこの段階で黒く染めちゃいます。せっかく赤でやったんですけどね、やっぱ全体像を見てこっちの方がいいなと思ったら制作しながらでもより良い方向に持ってきます。コバはね、赤系に染めるとか茶色系にするっていう手もあったんですけど、今回はどうしても黒でやりたくて、ベルトだけ赤にするのもありかなと思っていろいろ今作りながら見てたんですけど、あんまりしっくりこなかったんでベルトも今黒に染めてます。染めてみるとやっぱりしっくりきますね。作る前に想像してたこととか作りながら想像してたことっていうのはやっていくうちにどんどん変わっていくので、一番かっこいいものが作れるようにやっていきます。次にソール底面の仕上げいきます。こちらの月のワグマグーツはオールブラックでいきたいので、ソール底面も黒に染めていきます。黒く染めた後、表面をヤスリがけしました。でここに黒いソールステインを塗っていきます。ソールステイン塗った後は普段布で磨いて光沢出してるんですけど、今回は逆にまたヤスリで削って光沢を落としてます。ソールはあえてのマット仕上げになりました。次にナンバー7の方はまずソール面は全体を赤く染めます。赤っていうか、ワインレッドですね。はい、こんな感じでワインレッドに染まりました。ここに無色のソールステインをまず塗り込みます。
無色のステインになったところを一回ヤスリでさらにきれいにしました。ここに黒のステインを塗ります。今の色よりももうちょっと赤を暗くしたいんですね。グラデーションで暗くしたいです。塗っていきます。鈍い光沢はあるんですけど、表面がキラキラ輝くようなものは消しました。この小刃には光沢を出していきます。ロウを塗ります。ナンバー7、底面かなりツヤ出てるんですけど、ここにロウを塗ってさらにツヤを出していきます。ロウを塗った底面にアイロンを当てていきます。伸ばしたロウを布で磨いていきます。光沢が出ました。赤の上に黒で染めたのが効いてますね。深みのある色合いしてます。まずウィールをかけます。ちなみにナンバー7の方がもちろんドレッシーな仕様なので、ソールはナンバー8に比べると少し薄めです。マスキング剥がします。最後につま先に補強のトーブラスをつけていきます。
ナンバー7はピカピカに磨いた真鍮プレートです。ツキノワグマの革靴はつま先同じくプレートつけるんですけど、形がちょっと変わってます。今回こんなパーツを真鍮から削り出して作りました。ここに装着します。糊で仮止めしてます。これはこの靴オールブラックなんですけど、アッパーもブラック、ソールもブラック、ここだけ真鍮パーツ。これはツキノワグマの特徴的な胸の模様の月をちょっとイメージして作ってみました。でソールはマット仕上げにしたんですけど、このつま先もあえてピカピカにはせずにちょっとこちらもマット調にしてソールの雰囲気と合わせました。ということでナンバー8の靴はこんな感じの少し変わった形のトーグラスを装着しました。オールブラックの中に少し薄めの金色が映えますね。こうして見るとナンバー7の方が少し金色が濃いのが分かると思います。少し黄色っぽいというか、真鍮は表面を研磨したての状態だと結構白っぽいです。熊側の方はそんな感じです。それと削り跡を残して少しマットな感じにしているので、それもあって白っぽく見えるというのがあります。でこっち結構黄色っぽいですよね。で光沢があります。光沢出すと少し黄色っぽく見えるというのもあるんですけど、若干酸化すると黄色みが増すんですよね。なのでちょっと表面少し薬品塗って少しだけ酸化させて黄色みをつけてます。どっちも真鍮の元の生地の色なんですけど、酸化具合で若干色が変わります。でこの状態今表面にラッカースプレーを塗っているので、履いて削れるまではこの色ツヤの状態を保ちます。ほっとくと真鍮はどんどん黄色くなって表面が曇っていくので、表面の保護をしてあります。ナンバー7、8、2足ともソール仕上げができました。次回完成となります。磨いてどんな風になるのか楽しみです。完成したらまたデザインのこだわりとかディティールを解説していきますので、次回もご覧ください。それではまた。